こんにちは。ミルグラムの一監視をしている一般猫です。前回のムーの動画想定以上に見ていただき、そしてコメントも多くいただきました。ありがとうございます。はじめはこの動画のみの予定でしたが、他の囚人も見たいという声を各所からいただきまして、 X 上でアンケートを取ったところ、ことこの希望が多かったので今回はその内容になります。ナオロスとの3人は今後 PV が揃ったら改めてまとめる方が面白いだろうということで現在は保留。ユノも MV 間近なので後にすることにしています。ミコトは複雑すぎるのでまだ解説は難しそうです。さて今回はコトコです。実を言うとムーの次に好きな囚人です。そして案の定彼女も偏見が非常に強い囚人だと感じます。なんて傲慢なんだ。正義を振りかざして自分に寄ってる。暴力を振るったのに反省の色がない。全然違くない。ミシンでは囚人への襲撃のためか圧倒的に許さないで結果が変わることはありませんでした。でも私は実は彼女に対してそういうイメージを持ったことが一度もありません。ムーは初見は誤解したのですが、コトコの場合は見た通りだと思っていたので、むしろ先ほどのような意見が多いことに困惑してたぐらいです。ではなぜそのような認識の差が生まれたのかを私なりに考えて、彼女の本来の性格と思考そのものを解説します。前回のムーの時は MV から順番に見ていきましたが、コトコは映像の情報を見るより実はアプリの TL やミニグラムなどのその他の会話のみの部分から見た方が性格がよくわかります。むしろ分かった上で MV を追った方が良いです。彼女への怖いという感情一つで不必要な勘繰りをしかねません。むしろそれが常態化してるせいで彼女が傲慢だと解釈されてるとすら言えます。ではまずそれぞれ見てみましょう。コトコさん。何？あれコトちゃん普通にいるじゃん。監視くんが呼び出しに応じないってブリブリしてたよ。はあ、そんなの知らな。あ、はるか。これはミニグラムにもあった会話ですね。絵があるとより分かりやすいですが、はるかの態度に初めはイライラとしていましたが、どうしてか分かったら特に怒ってる様子はありませんでした。これは理由が分かれば怒らないということなので、むしろコトコは感情的に行動してないと言えます。他にもお誕生日おめでとうございます、コトコさん。どうも、やっぱり雰囲気が少し変わったね。はるか、覚えてない？あんた前私にまともに話しかけられなかったよ。そうでしたっけ？少々長いので要所のみにしましたが、この会話では最初からある紹介通りよく観察しており、はるかの変化も素直に褒めています。そしてニシンで交わした契約を厳守して彼女ははるかの邪魔は一切しませんでした。この点からもコトコは約束を破ることはない義理がたい人物です。もしも身勝手に正義感を振りかざすような人なら、約束を無視して彼女が救援しててもおかしくないはずです。約束だからって助けないのはおかしいと思う気持ちはわかります。しかしもし約束を破った場合を想像してみてください。暴れてしまう可能性がありますよね。はるかは素手で殺人を犯した囚人ですし、動かないという判断をしなければムーにも危害が及ぶ可能性があったので、結論上被害を最小限にしていると言えます。その一方でこのような会話もありました。ねえねえ、コトコちゃん、どうしても気になることがあるんだけど聞いていい？なんでそんなにスタイルが良いの？昔から？でも鍛えてる感じだよね。あ、格闘技とか？のんきなものね。ここにいる全員人殺しなんでしょう？そんなこと言ってられる場合なの？そうね、そうらしいけど、でもここにいる人そんなに怖そうな人いないでしょ？強いて言うならコトコちゃんくらい。ねえねえ、やっぱりヨガとかやってるの？バカにされてるのか天然なのか判断に迷う。マヒルとの会話は非常に苦戦してる印象ですね。このミニグラムでも予測不能そうでした。そして極めつけがつい去年の TL のあの会話です。コトコちゃんいるの？ごめんね、呼び出してしまって。私ちょっと動くの辛くて、指導さんにもお礼を言わなきゃ。私をわざわざ呼び出すのんきさに笑いも出ないけど、今はの際の恨み事なら聞いてやろうと思ってね。
恨み、ことそんなのじゃなくて、お誕生日、おめでとう。イカれてるよ、お前。真昼の思考が読めず、もはや異常に感じましたね。また、先ほどの会話でことこの方に言葉を補足してつけていましたが、これ、実は彼女の会話で抜けがちな言葉なんです。出力される言葉が最低限なので、聞いてるだけだと怖く聞こえる瞬間があるのはこのせいです。このプロテインの回もわかりやすいです。ミニグラム版では、ムーにも飲まれ、その後、3人分頼む、と言っています。これは、あんたたちも飲みたいなら、という前の言葉が抜けてます。っていうか怒ってないどころか配慮してくれてる。優しいじゃん。この他にも、フータとのリベート失敗回も性格がよく出ています。ここでは的確に知識を話しています。そして別のカレーの回では、食事中でも知識として下ネタになりかねない話をしています。公式上では、ノンレリとして描かれてますが、このすぐ知識を話す癖も、マウント、と取ってる人を見たことがあります。でも私は違うと考えています。それはこの会話があるからです。勉強を教えてもらってありがとうございます。しかし、頼んでおいてなんですが少し意外でした。なんとなく、ことこさんはこういうことに付き合っていただけない人だと。そうだね。周りが人殺しかもしれない中で、積極的にコミュニケーションを築こうとは思わない。でも、向上心と意欲のある人間には好意が持てる。勉強がしたい人間に教えてあげるくらいはするよ。はい。採点終わった。その感じの割にすごく勉強ができるわけじゃないんだな。この会話で教えてあげるくらいはすると話してますが、そもそもことこは相手が知らないことを教えるの自体が好きなんじゃないでしょうか。だからマウントに見えるところも相手が気になってることを話してるだけでマウントの意思はないと考えられます。ちなみに連立方程式を勉強していたのはミニグラムで発覚したことだったので、その年齢の割にすごいけどという言葉が前に挟まってるのに飛ばしてるんですよね。そのせいで余計厳しく見えます。他にもこのラーメン界ではありえない発想でも一旦聞いてどうやるのという返答をしてますし、この格闘技界でも自分の実力の程度をよく知っており、はずいには真正面から勝つのは難しいことと、フータの若干イチャモンに近いこの発言も間違ってないことはしっかり認めて話していますよね。ムーがぶつかってしまった時も怒らず気をつけなさいと注意をしてくれていて、ムーの発言にも怒るよりそれは口にしたらよくないと相手への考慮が優先してます。ここまで見てきて大雑把に言ってしまえば、偏見なく全てに平等に接していて言葉が抜けがちなだけで悪意は基本ない。むしろ相手を考慮しておせっかいしがち。やっぱり優しいじゃんこの人。まあ高い立場にあると思ってる人間からすると彼女の態度は生意気とも取れるので嫌かもしれないですけど、それって相手が下だと思ってないと出ない感想ですよ。彼女に対して見下してきてるというコメントはもはや図星に感じます。性格が大方分かったところで、次は彼女の行動理念も深掘りしてみましょう。おそらくそこまで他人思いだというなら、あのような行動が不思議な方もいると思います。それが分かりやすいのは神尋問の方です。早速見ていきましょう。まずこちらの尋問、目的が大事と言っていますので、彼女は目的主義だと分かります。それに加え、女性であることも手段、恋人を作るのも必要であればといった回答で、彼女は目的のためならどれでも利用するという考え方です。要は手段は選ばないというタイプですね。そしてそれは自分自身の感情すら対象です。この尋問からわかるのは、ことご自身の感想と行動はリンクしていないということ。もし邪魔なら自分の感情を封じ込めてしまうのです。これも彼女を怖いと感じさせる一因であり、サイコパスのように感じてしまう瞬間がある理由です。では実際は人殺しや加害に対して恐怖がないと言えるのでしょうか。その答えは否。ディープカバー冒頭で犯人を殺した直後のことこを見てください。全く冷静とは真逆です。サイコパスや快楽目的の人がこんな焦った表情をするでしょうか。彼女にとっても人殺しや加害ははっきりと怖いことだし、率先してしたいことではないのです。では何故間違ったことはしていないと主張をしたり、二審で加害行動をしたのでしょう。おそらく
ミシンでの加害行動に対して憤っていた方が多いでしょうから、先にこの行動の理由を考えてみましょう。先に前提として説明する必要があることがあります。それは彼女の生育環境についてです。しばしミルグラムの囚人たちは生育環境の悪さが起因して現在の行動につながっています。はるかやアマネは非常に分かりやすい事例です。前回のムーの解説でも、ムーも正直良い家庭環境だったとは言えないという説明をしました。どの囚人も親や家族または周囲の影響が非常に大きいです。余裕を失った結果、依存や過剰な行動につながっています。ではコトコはどうかというと、これらの尋問からミルグラムの囚人の中では最も健全な家庭で育ったと推測できます。しかもこちらの尋問を見ると、休学を許してくれる家庭であることもわかります。これまでの性格や思考とこれらの情報を合わせると、彼女は観察を欠かさず洞察力に長けており、故に共感力も高い。なので辛い立場にあるいわば弱者の気持ちも汲み取ることが可能で、家庭が健全だったので基本余裕があり、自立が大変早かったと考えられます。ミニグラムの事例でもある通り、彼女は自分の実力のほども認めています。要は自分を偽るような必要性がありません。その上で持ちかけた契約を思い出してみましょう。こちらではあなたの意思を反映して動く、護衛もすると言ってます。またボイスドラマでは、私の罪に触れて許せないと思うなら許さなければいい。許すならばその時は S。 私はあなたの牙になろう。この発言は若干分かりづらいのですが、意図としては、私がしたことは隠さず見せる。何をするか分かるはずだからそれで判断して、それをあなたの意思として受け取る。つまり一審の MV で何をするかははっきり提示されていたのです。だから彼女は許されたことで映像通りの制裁を行ったのです。それに対し S の反応はというと、話を聞け。お前は間違っている。お前は僕に協力すると言ったよな。それがしたいなら僕の意図を組んで動け。おかしいのは監視だろ。いつ S がどうしてもらいたいか言ったんだ。身勝手なのは明らかに監視の方でしょ。見せた通りのことをしてるんだから一見なんて的外れだし、囚人が痛めつけられたからってことこに怒るのもお門違いです。軽蔑して当然です。一応それでもことこに非がある部分といえば、相手に期待をしすぎたということでしょう。はるかもムーもアマネだって彼女を最終的には怖がってないのは、彼女は実際は相手の状態に合わせれるしぶれないからで、監視にはきっと同じような理論的な討議が可能だろうと期待していたのでしょう。だから監視に向かっての言葉ははしょりがちだし怒っていたのです。ごめんことこ。こちらの尋問も確認してみると、弱者が悪に転じてしまうリスクや自分自身も囚人たちに愛着を持ってるわけで、これもまた構成余地はあるはずだという期待がにじみ出ているなと思うわけです。行動不能で止めているというのもポイントです。これは MV 中でもそうで、この記事で明確に書かれています。しかも性別も誤認できるようにしていました。自分自身を見せびらかす自己顕示的な意図はありません。もしかしてこういった犯罪者狙いの暴行事件が起きたとなれば噂になり、犯罪抑止と確実な逮捕につながると考えているのでは。それこそがことこの目的なのでは。じゃあなおさらなぜ殺してしまったんだ。そこで私は彼女の性格や思考行動を総合すると見える特徴があり、それがことこのもう一つの顔と考えました。先に述べた通り、ことこは自分を偽る必要がありません。なので映像も抽象的ではないです。このシーンでは名刺を金で受け取ってます。おそらく情報を買ったということです。この名刺は実はこの最終的に殺害に至った極悪犯の父親の名刺です。その後も念入りな調査を重ねてます。これの前の別の犯罪者の時は行動不能で止めていたことを考えると、いくら極悪犯だったとはいえ殺すことを目的にはしていないと考えるのが自然です。しかし実際に起きてとっさに突入した現場は想像を絶する凄惨なものでした。助けた少女も例外なくボロボロです。こんな現場を見たら誰だって恐怖や怒りを覚えるのではないでしょうか。そう、ことこもこの時激高していたのです。しかも先に目的のためなら
自分の感情さえも封じ込めてしまうと話しましたよね。それがどういうことかというと、一般的な人がここで怒りを出すとします。ことこの場合、ここまで来てやっと爆発します。溜め込んでる分、爆発がとんでもないということが想像できたでしょうか。故にその時に起こした行動は手加減が一切できなかった。そう考えたら、なぜ殺すに至ってしまったかが分かりやすいですよね。そしてこれこそがことこのもう一つの顔です。実はことこはかなりの劇場型という部分がこの狼として現れていると私は考えています。怒ってるように感じるニシンゴイドラのシーンは、本心は必死に S が苦しむ道を止めたいだけだったんじゃないでしょうか。なのであれは本当の激怒とは程遠いです。本当に怒ってしまった時は本人すらも制御できない状態です。まさしくそれは自分ですら知らない自分。普段は冷静で考えてることは人より多く、常に周囲を気配っている上、目的主義なので先の先を予測して動きます。基本は善人すぎるぐらい善人です。しかし一方で自分をおざなりにしやすいという性格でもあり、蓋をした感情が漏れた時、本人も想定と違う動きをしてしまい混乱してしまうのです。この表情は自分に怯えているし、焦っているわけです。自分の想定を超えたことを自分がしてるなんて怖くて当然です。ここまででことことはどんな人物か、一旦もう一度整理しましょう。青い項目が後から追って説明したいわば欠点です。以上の特徴が組み合わさり、予想外の行動で人殺しになったことが分かりました。自分でも想定外の行動を間違ってないと言ってるの、ちょっと変ですね。ここで一つ着目するべきものがあります。それはディープカバーのとある歌詞です。よく考えてみたらこの歌詞って自分に対するものですよね。他の囚人に対してのバカじゃんを自分に対しても言っています。ここまでの情報が揃ってやっとことこが辞任する罪が何かが見えてきました。次が最重要の項目です。このシーンは一審の MV のラストあたりのカットです。殺しに快感を得ているかのような表情と、彼女のもう一つの顔、内面を表す狼が笑っています。また初期のボイストレーラーでも快感を得ているようなセリフがありました。これは彼女は一瞬でも悪人への加害行動に快感を感じてしまったのではないでしょうか。自分の中に血に飢えた獣がいる。自分も殺しを楽しむ心がある愚かな強者じゃないか。自分の中におぞましい化け物が住んでいる。自分が怖くて嫌いでたまらない。誰より自分を信じれず大嫌いなのは自分自身。一瞬感じてはいけない感情、抱いてしまったことへの強い罪悪感が映像で自分自身を血に飢えた狼に例えていた。映像は心象風景。そうしたらどう見えますか？彼女はずっと自分を悪だと思っているということがわかりますよね。改めて彼女の曲、カバーも含むを聴いてみてください。彼女の曲は全て悪への憎悪、自己嫌悪の歌だとわかるはずです。でも彼女は正当防衛と判断され法では裁かれませんでした。彼女自身も主張してます。そうした理由はディープカバーではっきり出ています。助けた少女の存在です。男に憧れ、似たようなキャップをつけて駆け寄ってくるこの子にとって間違いなくヒーローです。だけれど自分の本性のおぞましさでもまたこの子は傷ついてしまう。そう考えた彼女の行動がモークルなと突き放すことだった。あれだけ懐いていたらちょっとした拒絶でも怯えた表情になるのも無理はありません。そしてもう一つ重要な発言があります。一審のボイスドラマのこの一節です。法で裁かれない悪人がいると言ったでしょう。逆もしかり、不完全な法で裁かれようとしている善人もいる。あなたはそれを許す立場でもあるわけでしょう。これはいかにも自分は許されるべき人間のように聞こえる主張です。しかしこの前にことこは正当防衛として法では裁かれなかったということも話しています。法で裁かれない悪人は自分のことだという意図が見えていたのです。多くの人は彼女を自信に満ち傲慢で加害に躊躇がない人と感じていました。しかし冷静に見たら全く違いました。印象操作をしたと言って過言ではない。ではなぜそうしたのでしょう。
ここまでの自己嫌悪ぶりでも助けた女の子を裏切ることは絶対できない。しかし自分を許すことは全くできない。そうであっても法はもう彼女を裁きません。そこでやってきたのが法だけで裁かないミルグラム。彼女はこう考えたのではないでしょうか。ミルグラムなら私を裁いてくれるんじゃないか。救った事実と己の剣をやらねばならなかったことだった。それは否定されてはいけないのも真実です。でもやはり自分は許されるべき人間じゃない。法律が関与しないここでこそ裁くことを望んだと私は思いました。私が MV から順を追ってみるよりも都会話から説明をしたのは、時系列を考察する必要性すらないほど順に全てを見せジャッジを委ねていたからです。実際本当に見た通りです。強いて言うならば彼女が最初は見せてなかったのはこの助けた少女がコトコに懐いていたという事実。もしもの話ですが、一審からこの助けた女の子がコトコをしたって懐いていたことが映されてたら、大半の人は彼女を許し、二審ももっと判断が揺らいだはずです。しかし看守は契約通りの対応に身勝手な責任転嫁を彼女にしてしまいました。だったら最初から許さないでほしかったというメッセージのようにこのシーンが映されたことが、私個人は本当に心が苦しいです。それにこんな状態では任せてられない。呆れてもそれでも一人で背負わせないために強く警告までした彼女を責めえません。以上がコトコに関する私の考察です。まとめてみたらだいぶ長くなってしまいました。でもあまりにも見えてる事実を無視して感情的な怒りをぶつけてる方が多くて、それをミルグラムは意思としていたとしても誤解のままそう判断されてるのは納得がいかず、希望されたこともあり今回このように考察の動画を作りました。一応私は彼女を許すべきだという考えはありません。どれほど彼女が本来優しくても行為を許せないのは変なことではないです。でも何も可能性を知らないままよりは絶対違うはず。今後の判断の一助になればと思います。少しでもただ推しに怪我をさせたというショックから抜け出して彼女個人を見て考えてくれたら嬉しいです。それではここまでの長いご視聴ありがとうございました。